今日も1時間日本語を聞いていきましょう。あなたが何かをしながら、仕事をしながら、車の運転をしながら、家事をしながら、そんな中で聞いてください。画面を見て字幕を見ながら聞いても大丈夫です。日本語の字幕があります。英語の字幕も CC でありますので、必要な人は見てくださいね。今日は日本の地域、日本の場所について話します。北海道、千葉県、京都、鳥取、徳島、福岡、沖縄で、その場所について説明するわけではありません。ただ説明をしない。僕の思い出、北海道の思い出、沖縄の思い出、そういう話をします。そして僕のイメージ、自分のイメージを話します。じゃあ早速行きましょう。上から行きましょう。日本は8個に分かれていますね。北海道地方、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州。その中に県がありますから、その地方で考えていきますね。北海道。はい。何が思い浮かびますか、頭に。寒い、雪、スキー、綺麗、美味しい。はい。そうですね。僕もそう思います。北海道、僕はね、札幌、小樽、旭川、富良野、函館に行ったことがあります。初めての方は知らないと思います。僕は昔バンドをしていました。バンドをしてツアーをしました。日本のいろいろな場所でライブをしました。だから僕の思い出はその時の思い出がたくさんあります。あと旅行の思い出もあります。北海道はね、僕は10回は行ってます。10回は行ってますよ。多いと思います。ね。ライブで行きましたから。その中でも札幌に8回ぐらい行ってます。だいたい札幌。ね。札幌はとても大きな町ですね。都会ですよね。すごく人もたくさんいるし、会社もたくさんあるし、お店もたくさんある。観光する場所もたくさんあるから、楽しい。間違いがない。最初に北海道に行くときは札幌に行く。それで間違いないと思います。ジンギスカンですか。羊のお肉。美味しいんですね。僕はラム、羊のお肉はそんなに好きじゃないんです。好きじゃなかった。だけど、北海道でラムを食べたら好きになった。うん。これは多くの人が言いますね。うん。でも本当でした。それは本当でした。あとはお寿司。お寿司は美味しい。魚がたくさん取れる。ね。回転寿司。回転している寿司。東京と全然違います。回転寿司でも美味しい。北海道の回転寿司は美味しい。ぜひ行ってみてください。僕は、有名な花丸よく行きます。札幌駅にもね、あるから。
行きやすい。混んでますけどね。とっても混んでいます。人がたくさんいます。うん。昔、OK ジャパニーズで札幌駅の前で動画を撮りました。リール、ショート動画に、載っていると思います。僕が電話をしている動画です。僕がデートの待ち合わせのね、電話をしている動画がありますので、もし興味があったら、見てみてください。それで僕のこの前行ったのは、小樽に行きました。この前といっても、去年か。もう去年。去年の6月に2泊3日、2日泊まって、小樽を観光しました。初めてね、行ったんですけど、とっても綺麗な街でした。小樽には有名なものがあります。運河ですね。川。物を運ぶために作られた川。昔、小樽は北海道で大事な大切な場所でした。そこに船が来て、物をね、運んで、そして会社を作って、物を作る。北海道の成長、北海道が大きくなる。それに大事な場所だったんです。銀行もたくさんありました。明治時代ですね。だから建物もその時の時代の建物がたくさん残っているんです。すごく綺麗でした。うん。昔はね、日本は西洋文化、ね、西洋の国に負けないように西洋の文化を日本に持ってきました。だから建物も外国のような建物がたくさん建てられたんですね、その頃は。今は観光する場所になっていたり、カフェになっていたり、時代の流れを感じます。時間が経ちましたね。うん。日本はすごくお金を持っていた昔。でも今はもう全然どんどん下がっている。お金はあまりなくなってきた。人も減っている。人口が減っている。世界でもかなり速いスピードで人口が減っている。これは大きな問題ですね。これどうなってしまうのか。そういうところもありますが、ただまだね人はいるし、観光にする人はたくさんいますね。小樽運河にもたくさんの人がいました。とても綺麗です。夕方になってね、日が落ちると向こうの空の向こう側がピンク色、そして濃い青色になってね、切ない気持ち、ノスタルジックな気持ちになりますね。で、僕はそこを歩いていたら、観光客、日本人2人歩いていました。ね。で、僕は話しかけたんです。その2人に。すみません。ちょっといいですか。そしたらその2人も男の人2人。同じぐらいの年齢かな。少し僕より若いから。そしたら笑顔で、何ですか？いいですよ。と答えてくれました。僕はね、小樽について何も知らなかったから、
いろいろ話を聞きたかったんですね。いい場所ありますか？なんかいい場所知ってますか？そういうことを聞きました。うん。そしたらね、いろいろ教えてくれたんです。その人も、実は東京から来ている。あ、東京なんですか。あ、僕も東京から来てます。旅行です。あ、旅行なんですか。一緒ですね。そうやって教えてくれました。その人たちは、北海道の南の方にある白老という町に行ったと言っていました。その白老の町には、アイヌ文化を紹介している場所がある。ウポポイという場所がある。ね、大きな施設なんですが、そこでなかなか良かったよ。アイヌの歌が見れて、アイヌの家が見れて、こんな生活をしていたんだよ。だからおすすめです。と教えてもらえたんですね。ありがとうございます。じゃあ、楽しんで僕そこ行ってみますね。はい。それで僕の次の目的地が決まりました。はい。でも、小樽でいろいろまだ観光していて、僕はね、綺麗な夕日が見える場所に行ったんです。レンタカーを借りてね。レンタカーで次の日の夕方、夕日が見える場所に行ってね。本当に綺麗な海、そして向こうの方に見える山、あと観覧車もあったんですね。遊園地があって、観覧車があって。そこで、綺麗だなって眺めていて。そしたら、男の人二人がそこにいた。あれあれ昨日会った人じゃないですか。ここに来たんですね。はい。同じ場所にまたいたんですね。うん。そこでまた話して。じゃあまた東京で会いましょう。さよなら。なんてね、話をしました。旅でね、人に話しかけると楽しいですね。はい。はい。北海道、そんな思い出がありました。じゃあ次、東北地方。東北地方には県が6個あります。6つあります。青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島。うん。僕はね、山形以外は行ったことがあります。山形以外でライブをしました。岩手は行ってないです。岩手県は行ってない。4カ所でライブした思い出がありますね。宮城は仙台が有名ですね。この東北では一番大きな町かな。多分人が一番多い町。うん。で、少し北にありますから、ちょっと寒いです。うん。ここでは、僕はね、結構いい思い出がありますね。うん。日本どこでもそうですけど、ご飯が美味しい。宮城は牛タンが有名です。牛の舌、牛のベロ、牛ですね。牛タンのお店は東京にもたくさんありますけど、宮城が有名。やっぱり行くと食べちゃいますね。うん。で僕はね、ここで思い出、交通事故を見たことがあります。事故。ね、ちょっと怖い場所ですけど、その時僕は初めて仙台に行きました。初めての仙台でのライブ。東京から車で6時間。6時間かけて行って。冬だったかな。外は寒かった。で、
荷物を下ろしていたんですよ。車を止めてね。そしたら、ペペーンバーンっていう音がしたんです。何の音？事故かな？で、その音の方へ向かってきました。タタタタタ。そしたら、車が道路の途中に止まっていて、タクシーだったんですけど、止まって人がね、そこに集まっていました。人がたくさんいました。で、男の人、60歳ぐらいかな。サラリーマンの格好をした、スーツを着た男性が、地面に寝転がって、横たわって寝ていたんですよ。でも、血は出てなかった。血は出ていませんでした。で、その人はね、その後、立ち上がって、話していたので、大丈夫だったのかな？わからないけど、それはね、初めて事故の現場を見ました。事故を目の前で見ました。いや、怖かったね。ねえ。そんな思い出があります。それで言うとまた一個思い出しました。雪のね、またちょっと危ない話。その日は本当に雪が降って、でも僕たちはライブがある。仙台に行かなきゃいけない。で、僕たちはバンに乗っています。大きな車ね。メンバーが4人、そしてマネージャーがいる。そしてもう一人スタッフが乗って6人乗っている。で、夜ですよ。夜の10時ぐらいかな。高速道路に乗らなければいけない。高速道路で、仙台に向かう。だけど道が凍ってるんですよ。凍結している。凍っている。氷が道についている。だから滑りますね。ツルツルですよ。危ない。しかも、その時その車は冬のタイヤではない。スタッドレスではない。普通のタイヤだったんです。もうわかりますよね。もうどうなるかわかりますよね。はい。僕たちは高速道路の入り口、高速道路に入るときにスリップしました。もうハンドルが効かない。ステアリングウィールが効かなくなって、わーで、道の端に行ってしまいました。でも本当に怖かったね。何もできないからね。怪我はありません。車もどこにもぶつかっていません。止まりました。だから大丈夫でした。でも、戻れない。もう、車線に戻れない。道路に戻ることができない。で、寒いですよね。もう多分5度。外は5度。冬ですから。息も白い。息も白い。そこで、僕のメンバーの一人が、ちょっと助けを探しに行く。誰かに助けてもらおうと言って、高速道路の、料金所ありますね。お金を払う場所があります。日本では、人がいて、そこにお金を払う場所がまだあります。だからそこまで彼は歩いて行って、
ちょっと滑りながら、うわーとか言って。でも料金所見えるんです、僕たちからも。でも人は見えません。人いるのかなあそこ。でも窓があって、で、彼がそこについて、窓を、すいませんガン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 ってやったら、中に人がいたんですけど、女性がね、うわーって、めちゃくちゃ驚いていました。なんでこんなところに人が歩いてるんですか？そう、普通はね、人歩いてません、そこ。高速道路の入り口だから。ね。めちゃくちゃびっくりしてました。っていう話です。そういう思い出があります。それで結局、僕たちは、動いて、なんとか車が動いたので、無事着きました。ライブができました。はい。いやー、怖かった。そういう思い出がありますね。はい。じゃあ、関東地方行きますか。関東は東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川県があります。ここが人口が一番多い、人がたくさんいる場所ですね。僕は東京に10年以上住んでいます。ただ、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、皆さん行ったことありますか？日本に来たことがある人は、千葉は行ったことがある。そういう人が多いかもしれません。なぜなら、千葉には成田空港があるからです。成田空港は千葉にあって、東京まで少し遠い空港ですね。成田空港、羽田空港があって、羽田は東京に近いです。だから、僕たち東京に住んでいる人は、どこかに行くとき考えます。飛行機を見て、安い飛行機見ると、羽田からじゃなくて、成田から出発なんですよ。多くの場合。それはそうですよね。当たり前ですけど、だからいつも、成田か。成田まで、2時間かかる。2時間はかかる。羽田なら1時間だけど、どうしようかな。しかも、成田まで行くのには少しお金が高い。2000円ぐらいかかる。安くても2000円ぐらい。早い電車に乗ると3000円ぐらいかかる。3500円かかる。成田エクスプレスとかね。迷いますよね。はい。そんなことがあるんですけど、僕のね、神奈川県について話したいです。僕は神奈川県が好きなんです。I love 神奈川。なぜかというと、神奈川は東京のベッドタウンの機能もあります。東京のベッドタウンでもあります。でも、横浜という場所もあって、とっても大きな街です。何でも買える。お店もたくさんある。人もたくさん住んでいる。仕事もある。そして、東京ほど混んでいない。東京ほどの電車の混みではない。また、自然もあるんですね。少し電車に乗って進めば、綺麗な山、綺麗な川、港町もあります。横浜中華街もありますね。そしてなぜ僕が好きかというと、僕はね、名古屋に生まれたんです。愛知県の名古屋。
愛知県の名古屋は、日本で三大都市と言われていました。言われています。うん。でも、都市の大きさは、今横浜の方が人口は大きいんじゃないでしょうか。多分。うん。だからね、雰囲気がちょっと似ているんですよね。まあ、人はいるけど、東京ほど忙しくない。ね。だから好きなんです。だから東京に住んで10年以上。僕はね、神奈川に住んだこともあるんです。本当に近いから、例えばね、電車に乗っていると、東京を西に進んでいく、東に進んでいく、西に進んでいくと、一回神奈川県に入るんですよ。今神奈川だ。で、もうちょっと進む。そしたらまた東京に戻る。そういうこともあるんです。それぐらい近い。ね。だから、便利な場所だったら東京と変わらない。そういうところです。それでね、僕はもう休みになるとよく神奈川に行きます。鎌倉もあるし、ね、横浜もあるし。で、僕が20代の頃、東京に来て1年。その時は僕はバイトをしていました。友達もいない。お金もない。ね、そういうところでバンドをしてお客さんがいない。結構辛かったんです。ね、大変でした。まあでも音楽を頑張っていた。ね、音楽をやるんだ。頑張るんだ。で、その頃、実家の母親と姉が遊びに来ました。東京に。そして一緒に横浜に行こう。そういう話になりました。そして3人で横浜に行きました。そしてね、海が見える丘、綺麗な場所があります。観光地。そこにカフェがありますね。そのカフェに入ろう。そして3人で入ったんです。そこはね、綺麗なカフェで、高いです。ランチが、1800円とか、したのかな？ 1800 円。高いですよね。その頃からしたら、もっと高い。今はランチ高くなってますけど、その頃はランチって800円、600円、700円で食べられました。僕はバイトをしていて、お昼は、近くのお店で650円のご飯を探してたんです。650円で食べれるものなんだろう。うどん、あとは定食、あとは牛丼。ね、その3つを回っていました。ね。で、時々お弁当を作って、お金をね、節約。そんな時に横浜の綺麗な素敵な場所で1800円のランチをね、食べることになったんです。そして、親がね、お金を出してくれました。うん。ありがとう。ねえ。美味しいんですよ。美味しい。でも僕はもう食べながら、ちょっとね、涙が出そうになったんですね。うん。もうちょっと泣いたかもしれません。ね。その頃は本当にちょっと寂しかったんでしょうね。今思います。その友達がいないから話す人もいない。東京の暮らし。
今までね、僕はそれまで名古屋の実家に住んでいました。うん。家族と一緒に住んで、一人で暮らしたことはなかった。うん。とても、まあ、簡単な環境。人が助けてくれる。家族が助けてくれる環境にいたんです。ね。だから、東京に来て一人で暮らす。お金がない。話す人がいない。そういうことが溜まっていたんでしょうね。うん。あとは、不安。会社を辞めて、バイトをしてバンドをする。もう未来が見えませんよね。どうなるんだろう、僕の未来。そんなこともあった。泣いた。そういう思い出でした。はい。でもね、いい思い出もたくさんあるんですよ。横浜はね。うん。デートにもぴったりですよ。おすすめです。うん。僕も何回か行きました。横浜デート。はい。横浜のみなとみらいという場所があるんですが、港で綺麗な公園があるんです。で、そこね、ベンチがたくさんあります。海を見るベンチがね、たくさん並んでいて、そこは人が楽しんでいます。ね、カップルが、恋人たちが並んで座って、ね、愛を語り合っている。愛を話している。愛について話し合っている。海を見ながら。そして向こうには大きな船が通って、ボーン、ボーンと言いながら通っていく。そして左側には遊園地、観覧車がある。綺麗な光の観覧車が回っている。ロマンチック。そんな場所です。ぜひね、ロマンティックな気持ちになりたい人は、横浜、みなとみらい、山下公園、そこを遊ぶのもいいんじゃないでしょうか。僕のおすすめは、レンタサイクル、自転車です。自転車借りて、海のね、近くをウィーンって走って、赤レンガがあるよ。大丈夫？ついてきてる？僕についてきてるかい？ついてきてるよーなんて言いながら楽しむ。そして、喫茶店でコーヒーブレイクなんていうのもいいんじゃないでしょうか。はい。次はね、中部地方について話しましょう。中部には9県あります。9つあります。新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜県、静岡、愛知県。岐阜県だけ県をつけてなぜか言ってしまいました。岐阜ですね。はい、ここは僕の出身のね、町だから、いろんな思い出がありますよ。岐阜にはね、ちょっと思い出があります。子供の頃。僕は子供の頃、悪い子供でした。言うことを聞かない。ね。すぐ走って、すぐ叫んで、すぐ泣く。ね。コントロールできていない。気持ちのコントロールのできない子供でしたね。ごめんね。その時、ね。父親は怒った時ですね。に、岐阜、そんなにわがまま言うなら、岐阜の山に連れて行くぞ。岐阜の山に連れて行くぞ。なんかそういうことを言われた記憶があります。だからなんかわからないです。昔の日本はね、なんかこう、山に行くと、こうなんかこう、子供を怒る場所があるみたいな。なんか悪い子供をいい子供にする
場所がある。そういう場所があったのかな。ちょっとよくわかりませんけど、子供の時だったので、とにかくなんか悪いことしたらそういう怖い場所に連れてくぞっていうことを言われた記憶がありますね。はい。まあね、そういうことはありますね。子供をしつける、子供を育てるとき、ルールを作る。昔のね話でも怖い話ってありますよね。鬼がいて、悪いことをすると鬼が来るぞ、鬼が来て怖いよ、だからやめなさいね、そういう怒り方ありますね。子供を育てるとき何をしていいのか、何がダメなのか、そういう時に怖いものを使う、そういう方法がありますね。その一つだったんですね。岐阜の人には申し訳ないけどその記憶がちょっとあります。でも岐阜はね本当にいいところです。大人になったらね、岐阜は本当に自然がたくさんあって、やっぱりご飯も美味しいものがある。味噌がね有名ですかね。朴葉味噌っていうね、味噌があって、豆腐につけて食べるんです。田楽かな、田楽っていう豆腐があって、それが岐阜のものなのか長野なのか分かりませんが、とにかく豆腐をね串に刺します。豆腐を串刺して、でそれをね焼くんですよ、ね、火に近づけて、でちょっと黒くなる、ね、パチ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 でいい香りがしてくるんです。そろそろ焼けたかな。そのねお豆腐に朴葉味噌、お味噌を塗る。そして食べるんです。ただその味噌がねただの味噌ではない。皆さん味噌汁を食べたことがありますか？インスタントで味噌を作ったことがありますか？味噌のペーストは滑らかですね。チャンキーではありません。でも朴葉味噌には何かが入ってる。くるみかな、ちょっとわからない、覚えてないけど、とにかく硬いものも入ってて歯ごたえがあるんです。食べるとガリ、歯ごたえがあるな。なんかそんなものがちょっと入っている。でそれを塗ってお豆腐と食べる。でお豆腐は柔らかいですね。で外側はパリッとちょっと焦げて香りがある。でも豆腐は柔らかく豆の味がする。でそこに強い味の味噌、香りがたくさん入る味噌が鼻をスッと抜けていく。その組み合わせが本当に美味しい。これをね僕は宿に泊まって食べたことがあります。日本のね民家、古民家のような場所に泊まって、畳に布団を置く。布団を畳の上に置いてそこで寝る。そして窓を開けると山が見えて、鳥の声がピヨ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 聞こえてくる。そこで朴葉味噌のお豆腐をいただく。これは絶対にやってください。日本の中部地方に来たら絶対にやってみてくださいね。おすすめです。ね、愛知県の話しましょう。僕の出身地。愛知県には実はブラジルのコミュニティがあるんです。ですね、ブラジルと日本には大きな関係がありますね。日本の人がブラジルに移住したんです。昔たくさんの日本人がブラジルに行きました。だからそこには日系のブラジル人がたくさん住んでいます。
そんなことからブラジルからも日本には人がたくさん来ているんですね。そして愛知県の南の方、下の方、例えば南知多だとか知立、豊橋、そういう場所には自動車工場がたくさんあります。自動車の会社、自動車産業、トヨタだとかたくさんあるんですね。愛知県はそれが有名です。そこに僕の友達がいます。ブラジル、と日本のミックス、の友達。彼はミュージシャンです。僕はミュージシャンとして知り合いました。一緒に曲を出したこともあります。彼はね、そこで生まれ育って、そこにはブラジルコミュニティがある。ブラジルのスーパーもたくさんあるし、看板にもブラジルのね、言葉で、書かれたものもたくさんある。そういう街があるんですね。ただね、僕はね、行ったことはないんです。だけど、今、その友達がそこに帰ってきたんです。その友達はずっと東京に住んでいました。東京で音楽頑張る。ね。今も頑張っています。とてもかっこいい音楽をやってる。だけど、いろんなことがあって、ちょっと東京お休みしよう。ちょっと東京は忙しい。いろんなことが多すぎる。あと、家族の近くに行こう。ということで、最近帰ってきた。そういうことを言っていました。だからね、今そこの、愛知にいるんですね。だから今度、遊びに行って、話を聞きに行こうと思います。そのブラジルのコミュニティはどういう風なのか。ね、日本の中での移民のコミュニティ。で、日本の人との関わりとか、そこで育つこと、そういう話をね、ビデオに撮って、新しい YouTube に載せたいなぁなんて思っています。はい。では次、近畿地方行きましょう。近畿は2府5県。京都、大阪、三重、滋賀、兵庫、奈良、和歌山ですね。僕はね、大阪の人が好きです。大阪の人が好きです。イメージですけどね。大阪はね、明るいよね。明るくて元気。そんなイメージがあります。そして、街がね、大きすぎない。東京ほど大きくないから、コミュニティが、いい大きさなんですね。東京だといろいろあって、そんな知り合いに会わなかったりする。でも、大阪だと全員つながっている。そんなことを聞きます。僕は大阪は20回ぐらい行ってます。20回は行ってます。ライブでね、本当にいい思い出がありますね。僕のバンドの話ですが、僕のバンドではね、いろんな音楽フェスティバルに出ていたんですけど、大阪であったフェスティバルが一番人がいましたね。人生の中で一番大きいライブでした。たくさんのバンドが出ますね。8個ぐらい出る。8バンド。で、野外ですよ。外のステージで、もう気持ちいい風が吹いてきて、その時は多分2万人 ?2 万人のお客さんがいました。
いやー、ありがたい。もうね、遠くまで人がいる。そういうね、まあ、景色でしたね。あれは、きっと僕はね、死ぬまで忘れないいい思い出です。はい。だからね、なんかやっぱりそういういい思い出がある場所って、イメージも良くなりますよね。これは。うん。何かいいことがあった場所って、楽しかったなーなんて思いますよね。あと、大阪は、食べ物が楽しい。たこ焼き、串カツ、お好み焼き、あと何ですか？まあいろいろありますよね。道頓堀でね。道頓堀歩いて、ストリートフードを楽しむ。それもいいんじゃないでしょうか。僕もね、いつか大阪に住んでみたいとは思うんですね。例えば3ヶ月ぐらい住んで。ね。そしたらなんかこう、京都にも遊びに行けるし、奈良もいいですよ。奈良には鹿がいますけど、ね、和歌山にもとっても綺麗な山があるって言いますね。高野山。聞いたことがありますか？高野山。合ってるかな名前。ね、本当に神聖な空気の場所で、なんだか、こう気持ちが綺麗になる。心が落ち着く。そういう山だと聞いています。いつか行ってみたいと思っています。もし行ったことある人いたら教えてください。どうでした高野山。コメントで教えてくださいね。はい。では、あと残り3つの地方。中国地方。鳥取、島根、岡山、広島、山口。僕は島根以外は行ったことがあるかな。うん。広島はね、最近よく話をしています。広島にある大好きな美術館。広島美術館にゴッホの絵があります。それはもう大好き。おすすめです。そして、広島のお好み焼き。他にも、牡蠣が有名ですね。牡蠣が美味しい。そして、しまなみ海道。自転車に乗る人は聞いたことがあるかもしれません。自転車でね、島を巡れる。いろんな島に行けるんです。橋を渡って。そこからの眺めがすごく綺麗。おすすめです。広島のね、思い出はね、やっぱりこの前行った北広島の思い出が大きいですね。神楽。日本の伝統的な踊り、舞台。それを練習しているところを見ました。伝統的なものだけど、もう人がね、減っていて、人口が減っている。だからそれをやる人が減っている。またお金も時間もかかる。伝統を守るには。でも、そこの神楽をやってる人は、忙しい中でも週に何回も練習して、2時間練習して集まって、ね。そこで2時間練習する。衣装もね、大きくて綺麗な衣装、キラキラの、それがね、100万円するんです。100万円、200万円。それをね、着て、重い衣装着て、それでも、こう頑張ってやっている、そんなね、美しい、気持ちに触れました。そういう美しいものを見ました。で、そこの人たちはコミュニティがありますね。助け合って生きている。ちょっとその、今の僕の生活
東京にコミュニティはあります。でも少し雰囲気が違う。友達のつながりという感じ。コミュニティという感じではない。僕の今の住んでいる部屋、隣にどんな人が住んでいるかも知りません。前の家に住んでいるおじいちゃんがどんな声なのか、どんな話し方をするのか、それもわかりません。挨拶もしません。そんなことを考えると、これからの暮らし方をちょっと考えていきたいなと思いました。その北広島のコミュニティに行って。はい。では次、四国地方。徳島、香川、愛媛、高知県があります。僕はね、この前じゃないな。少し前に徳島に旅行に行きました。本当にね、初めて行ってとっても良かったですよ。もう徳島も人は少ない静かな町。だけどね、海もあるし自然がたくさんある。鳴門海峡が有名です。大きな橋があって、そこは本当に大きくて綺麗な橋なんですが、その下、海、そこに渦があるんですね。渦ができる。ぐる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 、ぐるぐる回った渦ですね。それを見る。それが有名ですね。で、僕はその近くにある美術館に行きました。それが目的でした。それはレプリカの美術館。レプリカです。しかもそのレプリカは陶器でできている。陶器です。だから有名なものをコピーして作っているんですね。例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの絵があったり、モネの絵、モネの睡蓮があったり、彫刻もあります。ミケランジェロ。だから西洋の美術が多かった。だからそこに行けば海外に行かなくても世界の美術を見ることができる。そういう美術館なんです。で、僕はそれを聞いていて行ってみたいなと思っていたんですよ。そんなところがあるんだって言ってね。だから期待して行っていたんです。でしかも陶器でできているから触っても大丈夫。そう。モナリザに触れるんですよ。わー、モナリザーって言ってね。そんな体験なかなかできない。で、行きました。見ました。そしたら、やっぱり、あまり良くなかった。ちょっと、期待が大きすぎました。やっぱりね、違う。当たり前ですけどね。当たり前です。特に絵画は違いますね。絵は油絵と、陶器のプリント、それは全然違いますね。僕はね、それがちょっと、イメージをよくイメージしすぎていましたね。だから、ちょっと見て、そっか、って言って、早めに出ました。でも、ああいう壁画とか、壁にある絵、例えば、大聖堂、教会とかのレプリカは良かったです。遠いから、もうすごい遠くに天井があ
ありますよね。で、そこに天使がいて、そこになんか馬がいて、ミノタウロスがいてとかは、遠いからなんか、おー、なんかこんな感じなのか、いいなって思いました。で、そういうのが好きな人は楽しめると思いますね。はい。はい。では、最後、九州地方ですね。まあ、ここに沖縄も入れましょう。そうすると、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄、この県があります。まあ、やっぱり有名なのは福岡と沖縄ですね。うん。両方いい街。両方いいところ。あと僕はね、鹿児島、熊本、長崎も行ったことがあります。九州はね、結構いいところですよ。暖かいし、ご飯も美味しい。まあ、どこでも美味しい。ね。ご飯って。世界どこ行っても美味しいか。ね。当たり前ですよね。ご飯が美味しいって。ね。はい。沖縄で楽しい方法、思い出の話があります。僕はね、バイクを借りること。僕はバイクが好きなんですね。でもちっちゃいバイクです。50cc のバイク。うん。もうほとんど自転車。うん。に近いんですけど、夏にね、沖縄に行きました。日本の人は沖縄というとリゾート。旅行しに行く場所。楽しみに行く場所ですね。毎日働いて。でも、来月には沖縄だ。楽しむぞ、沖縄。そういう場所です。はい。綺麗な海。で、日本の本土、別の場所とは全然違う雰囲気。うん。ちょっと南国の雰囲気。植物も違う。木も見たことがない木が生えてる。言葉ももともと違う言葉。ね。そこでね、バイクを借りて走るのが楽しいんですよ。沖縄はね、車がないとなかなか大変ですから。車に乗って、フィーン、フィーンって行ったり、で、バイクに乗ると風を感じることができますね。で、僕はね、その時は友達と行きました。友達と行って、カフェに行こう。有名な海が見えるカフェがあるぞ。そこでかき氷を食べよう。夏だから。汗かいた後にかき氷を食べて、美味しい。冷たい。甘くて美味しい。ね、そういう旅をしよう。4人で原付きバイクでウィーンってね、並んで走っていくんです。時速30キロ。すごくゆっくりで走っていくんですね。で、そこで僕は一回死にかけました。はい。また、事故の話です。事故の話ってやっぱ覚えてますよね。記憶に残ってる。信号がね、変わる時だったんです。赤信号に変わる。でも僕は行けると思って、ウェーンって行こうとしたんですけど、そしたら、車がブワーって来て、めちゃくちゃ、もうちょっとで当たりそうだった。もう少しで当たるそうだったけど、なんとか僕は左に行って大丈夫でした。後ろで見ていた友達ももう顔が止まって白くなってました。OK さん。ね。その瞬間、時が止まりました。みんな気をつけて。やっぱり旅行してると、ちょっと気持ちが浮かれますね。ウキウキして。楽しくなってしまう。うん。でも落ち着いて。そういう時は心を落ち着いて。禅の心で、ゆっくりと進んでください。危ないからね。はい。
最後少し早くなりましたけど、以上が、日本の地方のお話でした。今日も1時間の日本語リスニングお疲れ様でした。どうでしたか？あなたの行ったことのある場所、行きたい場所はありましたか？じゃあ次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。